今回はマジック・ザ・ギャザリングとのコラボによって、復活した古のカードたちについて解説したいと思います。そもそもマジック・ザ・ギャザリングって何？という方のために簡単に説明させていただきますと、数学者のガーフィールド氏が創設した、世界初のトレーディングカードゲームです。マジックやギャザ、MTG と呼ばれ、デュエルマスターズで、おなじみの5文明、火、水、自然、闇、光もこのゲームから影響を受けて作られていると言っても過言ではありません。ちなみにコロコロで連載されていたデュエルマスターズも、最初は MTG のカードを使った漫画でしたが、白大鳥戦を機に今のデュエルマスターズに、登場するカードたちで戦う形に変わりました。子供心に、初のダブルブレイカーで、盾をアルールスに戦慄したのを覚えています。少し話が逸れてしまいましたが、2002年に最初のパックが、発売されてから約20年の時を経てコラボし、MTG の中でも指折りの強カードたちがデュエルマスターズのカードとして、登場してくれたのなら、見るっきゃないですよね。ということで、16枚のカードを見ていきましょう。コスト1の自然クリーチャーで、召喚した次のターンに、自然マナを1払わないと自壊してしまう、実質2マナのスピードアタッカーのようなカードです。元となったカードの効果もほぼ同じですね。漫画の序盤では赤緑速攻を好んで使っていた、勝負の主力カードの1枚でした。現環境では速攻用というよりかは1コストの生贄要因であったり、軽コストの次回クリーチャーとして何かしらのコンボに、使えそうな気がしないでもありません。自分のスリバーとサバイバーのパワーをプラス1000する能力を持った2コストの自然クリーチャーです。だいぶ元のカードとの絵が違いますよね。どちらかというと光文明の筋力スリバーという、これまた似た名前のカードですが、こちらの方がイラストが近い気がします。ファンデッキでしか採用が難しそうなこのカードをあえて採用し、相手にとどめを刺すときに、パワー、やーと言いながら筋肉ポーズで勝利していた少年を見て、飲んでいたジュースを吹きこぼしたのは良い思い出です。3枚までカードをドローして、その後手札を2枚山札の上に、好きな順番で戻せる2コストの水文明呪文です。山札の上を操作できるので、一応ガチロボや連ドラなど、デッキトップが大事なデッキとの相性は悪くないカードです。採用できる枠があるかと聞かれると悩ましいところですが、元となったのは渦巻く知識というカードで、英語のカード名でブレインストームとなっています。効果は3枚確定でドローしなければいけない分なのか、1コスト軽いものとなっています。飛行という MTG ではおなじみの飛行を持たないクリーチャーから、攻撃もブロックもされないという能力と、ブロッカー、そして自分のターンの終わりに、自身をアンタップできる能力を持った5コストのクリーチャーです。殴り合いではかなり厄介な能力となっていますが、除去耐性がなく、パワーも4000しかないため、ブロッカーとしての起用には少し心もとない1枚です。元のカードも5コストで飛行とアンタップ能力を持っていますね。大きな違いは、現代の日本に合わせてなのか、イラストが現代アニメ風になっている点でしょうか。綺麗で好きなので問題はありませんが、ライブラリー・オブ・アレクサンドリアと読みまして、無色の土地専用カードとなっています。自分のターン中、攻撃の前に自分の手札が7枚なら、このカードをタップして1枚ドローができるという能力を持っています。マナゾーンでしか機能しなく、手札7枚という発動条件などから、採用の枠はほぼほぼないと言っていいカードです。元となっているカードも同じ能力ですが、MTG ではゲーム開始時の手札が7枚であったりと条件達成が容易であったため、現在は禁止カードに指定されています。自分のクリーチャーにスリバーとサバイバーを追加する能力の他に、超次元ゾーンのクリーチャーをコストを払って、召喚することができるようになる能力を持った5色のカードです。一応鬼カマス島の踏み倒しメタカードをすり抜けて、超次元ゾーンからクリーチャーを召喚できるようになるものの、サイキック系はコストが高いものが多く、あまり実用的ではないのが残念です。元のカードの能力は2コストでスリバートークンを好きなだけ生み出せるものとなっており、トークンの概念がない、デュエルマスターズでは採用しにくかったのでしょう。飛行と、自身を全色のマナとして扱える能力を持った、2コストの自然クリーチャーです。相手のシールドに攻撃できないというデメリットを持っていますが、そもそもアタッカーとしての運用をしない局面が多いと思うので、そこまで気にならない1枚となっています。除去耐性がないため、生き残ってさえくれれば、元のカードでは攻撃の制約はないものの、パワーが0なので攻撃しても変わらないという点で、再現しているのだと思います。
非文明の1コスト呪文で、追加でタップしたマナの枚数によって、効果範囲と縦破壊ボーナスがあるカードです。パワーがインフレしている現環境で使う局面は、あまりないかもしれませんが、4コストでパワー3000以下のクリーチャーの全体除去呪文と、縦1枚破壊と考えれば意外と使い道はあるのかもしれません。元のカードでは、クリーチャーとプレイヤー両方に、ダメージを与えていたため、プレイヤーの分をシールドに置き換えて、再現したのだと考えられます。3コストの非文明呪文で、呪文を唱えられない効果を無視して、発動することができるカードです。能力は、パワー3000以下の相手クリーチャーを、1体破壊するのに加えて、追加で9コスト、払うと相手のシールドを3枚墓地に置くことができます。何気にインビンシブルフォートレスの完全上位互換な1枚です。元のカードではプレイヤーまたはクリーチャーに、最大10点のダメージを与えられるカードとなっています。どことなく重心兵ディオライオスに似てる気がします。登場時に相手の手札を7枚ハンデスしつつ、攻撃時に、相手のクリーチャーを1体破壊することのできる、現環境でも通用する優秀なカードと言える1枚です。元のカードでは飛行と、各ターンにマナを支払わないと、自壊する効果、そして相手にダメージを与えた時に、ハンデスする能力を持っています。再現カードとはだいぶ色の違うカードとなっていますね。ちなみにデュエルマスターズの方で、このカードで手札を、すべて捨てられた友人が、俺の知っているニコルは、こんなひどいことしないはず、と遠くを見つめながら負けてました。ガチャレンジで召喚が可能なバニラクリーチャーです。イラストからもわかるように、完全にネタカード扱いです。ちなみに実写の男性はデュエルマスターズのゲームデザインを手掛けているウィザード・オブ・ザ・コースト社に所属するモイス・ジョンソン氏で、実際にこのカードの名前の由来となった人物だそうです。ゴブリンが好きだったことから名付けられたとか、元のカードも1コストのバニラクリーチャーで、こちらにはさすがに名付け親との共演はありませんでした。もしかしたら、このうちの1体がジョンソン氏という設定なのかもしれません。パワー4000以下の相手クリーチャーを1体選び、相手の山札の一番下に置くことができる疑似除去呪文です。墓地と違い、蘇生や回収への対策もできるので、使われた相手にしてみれば、地味に厄介な1枚です。イラストは、正直好みではありません。元のカードでは、4点のダメージを与えて、破壊する代わりに、追放、ゲームから除外する効果を持っていました。9コストの呪文で、要約すると、各プレイヤーの墓地と、場の通常クリーチャーをそっくりそのまま入れ替える効果です。魔天降臨の場と墓地バージョンと思ってもらえたら、イメージがつきやすいかもしれません。元のカードもほぼ同じような能力で、追放ゾーンという、ゲームから除外されたカードが置かれるところを、超次元ゾーンで再現されています。召喚時に3ドローし、手札を2枚山札の上に置くことができる、能力と、攻撃時に相手のクリーチャーを1体バウンスすることが、できる水文明のクリーチャーです。ブレインストームに続き、デッキのトップを操作できる上に、破壊耐性のある相手のクリーチャーをバウンスで疑似除去できるため、地味に使えるカードな1枚ではないでしょうか。元のカードは疑似クリーチャー的な存在で、載せられたカウンターの数によって発動できる能力を選べるものとなっており、MTG の中ではぶっ壊れカードとして選ばれている1枚です。15コストという重さの代わりに能力も破格のものとなっていて、召喚時に追加ターンを得られる上に、攻撃時に相手に対して、相手の場、縦、マナから表向きのカードを6枚墓地に送らせる能力を持っています。元のカードでは墓地のカードの種類に比例して、コストが軽減される仕様になっており、さらに出しやすくなっていますが、コラボでは再現されませんでした。お待たせしました。マジック・ザ・ギャザリングといえば、このカード、ブラック・ロータスでございます。一番初期の備品であれば数千万円もの値がつくことで、MTG をプレイしたことがなくても、ちょっとは知っている人がいるくらいに有名なカードかと思います。元のカードが0コストで3マナを好きな時に生み出せる、ぶっ壊れカードなので、どう再現するのか楽しみでしたが、なかなか癖の強いカードとなって再現されています。0コストの代わりに、封印が3つ付けられ、剥がれたターン中のみ、次に使うカードのコストを3下げる、という効果になっています。封印を剥がすタイミングが難しいフェアリーギフトのような効果ですね。正直、多くの人がこのカードに対しては落胆したかと思います。癖が強いんじゃ。
と、某コンビも突っ込まざるを得ません。以上、MTG とのコラボで再現された16枚を解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。尺もあり、本当はもっと説明が欲しかったカードや、再現して欲しかったカードなど、色々とあるかと思います。ぜひコメント欄にて教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で、応援よろしくお願いいたします。